像が止まった瞬間、私は宇宙の記録保管庫、アカシックレコードに立っていた。ここで物理学者の私は震えた。日本人だけ魂の設計図が根本的に違っていたのだ。彼らの原画、日本語そのものが宇宙の周波数と完全に共鳴。2016年3月14日、スイスのジュネーブにある欧州原子核研究機構、通称 CERN の理論物理学者エリック・バイトマンが研究所の駐車場で倒れました。大動脈解離でした。同僚が発見したとき、すでに心肺は停止しており、救急搬送されたジュネーブ大学病院で、心臓が再び動き出すまでに要した時間は23分間。医師団は蘇生の可能性をほぼ諦めかけていました。バイトマンは当時54歳。素粒子物理学の世界では知られた存在でした。CERN の大型ハドロン衝突型加速器を使った実験に15年以上携わり、ヒッグス粒子の発見にも間接的に貢献した人物です。物質の根源を探求することに人生を捧げてきた科学者が、自らの生と死の境界に立たされた。その23分間に彼が体験したことが、後に物理学の枠組みそのものを揺るがす証言として記録されることになります。バイトマンが意識を取り戻したのは、心停止から6日後のことでした。集中治療室のベッドの上で最初に目を開けたとき、彼は看護師に向かってこう言いました。ノートをください。すべてを書き留めなければならない。忘れてしまう前に。その後の48時間で、バイトマンは A4 用紙にして92枚に及ぶ手記を書き上げました。右手にまだ点滴の管がつながった状態で、震える手で書き続けた記録。その手記は後に、ジュネーブ大学の意識研究センターに寄託され、2019年に一部が学術論文の付録資料として公開されました。今日お伝えする内容は、その手記と、バイトマンが退院後に言った複数のインタビュー記録、そしてジュネーブ大学の研究チームによる検証報告に基づいています。バイトマンの証言を時系列に沿って辿っていきます。駐車場のアスファルトの上に倒れた瞬間、バイトマンの意識は肉体から離れました。彼はこの現象を物理学者らしい言葉で記述しています。観測点が移動した。自分という座標系が肉体という座標から別の座標へと遷移した感覚だった。彼は自分の身体が地面に横たわっているのを髪型から見ていました。同僚のマルティン・ホフマンが駆け寄り、携帯電話で救急に連絡している姿が見えた。ここまでは、多くの臨死体験者が報告する典型的な体外離脱の体験です。しかし、ここからバイトマンの体験は、他の臨死体験者の証言とは大きく異なる方向に進んでいきます。体外にで体式が上昇するにつれて、周囲の空間の質が変わっていったとバイトマンは記しています。通常の三次元空間が溶けるように消え、代わりに自分がどこか別の構造の中にいることに気づいた。その構造は空間というよりも情報に近いものだった。あらゆる方向に無限の密度で何かが記録されていた。バイトマンはその場所を情報の建築物と表現しています。壁も床も天井もない。しかし構造がある。果てしなく広がりながら、同時にすべてが一点に収束しているような、通常の空間概念では記述できない場所だったと。その場所で、バイトマンは一つの明確な認識を得ます。ここには、すべてが記録されている。過去に起きたこと、今起きていること、そしてこれから起こりうるすべてのこと。あらゆる生命の経験、あらゆる選択とその結果、あらゆる可能性の分岐。それらが消えることなく、ここに保存されている。東洋の神秘思想では、これをアカシックレコードと呼びます。宇宙のすべての出来事が記録されている霊的な記録保管庫。
バイトマンはその概念を知らなかったと後に語っています。素粒子物理学者として、そのような形而上学的概念には一切関心を持っていなかった。しかし、臨死体験の中で彼が遭遇したものは、アカシックレコードの記述と驚くほど一致していたのです。バイトマンの手記は、その場所の構造について、さらに詳細な記述を残しています。情報の建築物は、層のように構成されていた。最も表層に近い部分には、物質世界の記録があった。原子や分子の振る舞い、星の生成と消滅、地殻変動、生命の進化。自分が CERN で研究してきた素粒子の世界も、そこに含まれていた。しかしそれは全体のごく一部に過ぎなかった。より深い層に進むにつれて、記録の性質が変わっていった。物質的な事象の記録から、意識の記録へと移行していった。生命体が経験したすべての意識。喜び、悲しみ、恐怖、愛、葛藤、覚醒。それらが個別の記録としてではなく、巨大な一つの流れとして存在していた。そして最も深い層に、魂の設計図と呼ぶしかないものがあった。バイトマンはこの表現を手記の中で何度も使っています。設計図、ブループリント。それはここの魂が肉体を持って生まれる前に持っている根源的な構造のようなものだった。ここからがこの証言の核心に入っていきます。バイトマンは魂の設計図を閲覧する能力がその場所にいる間は自然に与えられていたと記しています。意図すれば任意の地域、任意の時代の集合的な魂の設計図にアクセスすることができた。それは図書館で本を手に取るような感覚だった。物理学者としての習性から、バイトマンはまず体系的に観察を始めました。地球上の主要な文明圏ごとに、集合的な魂の設計図を比較してみたのです。ヨーロッパの設計図には、この確率と拡張という基調があった。一つの核が外に向かって力を放射するような構造。個人が自己を主張し、外界を征服し、領域を広げていく。そのエネルギーパターンが、ヨーロッパ文明の歴史、大航海時代、植民地主義、産業革命、個人主義思想の発展と見事に重なっていた。中東の設計図には、一なるものへの帰依という基調があった。すべてが一つの中心点に向かって収束するような構造。唯一神への信仰、預言者への従順、共同体の結束。その構造が、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教という一神教文明の根幹を形作っていた。インドの設計図には、無限の多層性という基調があった。幾重にも重なる層が、互いに浸透し合いながら、果てしなく広がっていく構造。輪廻転生の思想、カースト制度の階層性、多神教の豊穣さ。すべてがこの多層的構造の現れだ。中国の設計図には、循環する秩序という基調があった。影と火、天と地、支配と服従が、巨大な円玉機を描いて回り続ける構造。王朝の攻防、易経の思想、天命の概念。その回転する秩序が中国4000年の歴史を貫いていた。バイトマンはこのように主要な文明圏の設計図を次々と閲覧していきました。そしてそのすべてに共通する一つの特徴に気づきました。どの設計図にも明確な方向性があったのです。外に向かうか、内に向かうか、上に向かうか、回転するか。ベクトルは違えど、すべての設計図には、ある一つの方向へとエネルギーが流れる構造がありました。ところが、東アジアの島嶼部、日本列島に対応する設計図を開いた瞬間、
バイトマンの意識は文字通り震えたと記されています。そこには方向性がなかった。正確に言えば、すべての方向性が同時に存在していた。外にも内にも上にも下にも、あらゆる方向にエネルギーが流れ、しかもそれらが互いに矛盾することなく調和していた。バイトマンの言葉を借りれば、それは方向を持たない力上のようなものだった。あるいは、すべての方向を同時に含むゼロポイントのようなものだった。物理学者として、バイトマンはこの構造に衝撃を受けました。なぜなら、この構造は彼が CERN で研究してきた真空のエネルギー状態に酷似していたからです。量子力学において、真空とは何もない空間ではありません。真空はあらゆる可能性が重なり合った状態であり、すべての粒子と反粒子が生成と消滅を繰り返す、無限のエネルギーを秘めた場です。日本の設計図は、まさにその真空の状態を思わせるものだったのです。バイトマンは手記の中で、この発見に対する自身の動揺を率直に記しています。自分は無神論者であり、唯物論者であり、30年以上にわたって物質の根源を数式で記述することに人生を費やしてきた。魂などというものの存在を考えたことすらなかった。しかし目の前にあるものは、自分の科学的訓練のすべてをもってしても否定できないほどの明晰さで存在していた。そしてその中で、日本という地域の設計図だけが根本的に異なる構造を示していた。バイトマンはさらに詳細な観察を試みました。日本の設計図の内部構造をより細かいレベルで見ていったのです。最初に気づいたのは層構造の違いでした。他の文明圏の設計図が比較的均質な構造を持っているのに対し、日本の設計図には何層にも重なった極めて精密な階層構造がありました。しかしインドの多層性とは本質的に異なっていた。インドの層は上下の序列を持っていましたが、日本の層には序列がなかった。すべての層が等価であり、同時に存在し、互いに等価し合っていた。バイトマンはこの構造を、物理学の用語で超鶴理論における余剰次元に似ていると記しています。我々が認識している三次元の空間に加えて、目には見えないが確かに存在する追加の次元。日本の設計図は、他の文明圏の設計図よりも多くの次元を持っているように見えたのです。次に気づいたのは、振動パターンの違いでした。すべての設計図は振動していました。それは物質の原子が振動しているのと同じように、魂の設計図もまた固有の振動数を持っていた。ヨーロッパの設計図は力強い単一の振動を示し、中東の設計図は規則正しい律動的な振動を示していた。日本の設計図の振動は、それらとは全く異質なものでした。一つの周波数では、無数の周波数がしかもそれらが不協和音ではなく、精妙な和音を形成していた。バイトマンはそれを、宇宙最大のオーケストラが一つの和音を奏でているようだったと表現しています。そしてこの多重振動構造が、日本の設計図にある独特の能力と結びついていることに、バイトマンは気づきました。それは、共鳴の能力でした。日本の設計図は、他のあらゆる設計図と共鳴する能力を持っていたのです。ヨーロッパの設計図の振動にも、中東の設計図の振動にも、インドの設計図の振動にも、中国の設計図の振動にも、日本の設計図は自らの振動を合わせることができた。なぜなら、日本の設計図にはすべての振動数がすでに内包されていたからです。バイトマンはこの特性に強い驚きを覚えました。これは他のどの文明圏の設計図にも見られない特性でした。通常、
一つの文明圏の設計図は固有の振動パターンを持ち、他の設計図との間には共鳴できる範囲に限界がある。しかし日本の設計図には、その限界がなかったのです。この共鳴能力の発見は、バイトマンに一つの直感をもたらしました。日本という文明が、歴史の中で示してきた一つの顕著な特徴と、この設計図の構造が完全に一致していたのです。その特徴とは、外来文化を受容し、変容させ、独自のものとして昇華する能力です。仏教はインドで生まれ、中国を経由して日本に伝わりました。しかし日本における仏教は、インドの仏教とも中国の仏教とも異なるものになりました。禅という独自の精神文化を生み出し、浄土思想を独自に発展させ、神道との集合という世界に例のない宗教的融合を実現しました。漢字は中国で生まれましたが、日本はそこからひらがなとカタカナを創造し、世界で唯一の三文字体系を持つ言語を作り上げました。中国から借りた文字を全く新しい何かに変容させたのです。近代においてはさらに顕著です。明治維新によって西洋文明を急速に受容した日本は、それをただ模倣するのではなく、独自の形に作り変えていきました。西洋の議会制度を取り入れながら天皇制を維持し、西洋の工業技術を導入しながら職人の精神を残し、西洋の音楽理論を学びながら演歌や日本のポップスという独自のジャンルを創出した。この文化的受容と変容の能力は、歴史学や文化人類学で長く議論されてきましたが、その根源的な説明はなされてきませんでした。なぜ日本だけがこれほどまでに異質なものを受け入れ、自らのものとして昇華する能力に長けているのか。バイトマンの証言は、その答えを魂の設計図の構造に見出しているのです。すべての振動数を内包する設計図を持つ文明は、あらゆる異質な振動と共鳴できる。だからこそ、あらゆる文化を受容し、自らの内部で調和させることができるのだと。バイトマンの観察はさらに続きます。日本の設計図を詳しく見ていく中で、彼はもう一つの重大な特徴に気づきました。それは時間構造の違いでした。他の文明圏の設計図は、直線的な時間軸を持っていました。始まりがあり、展開があり、終わりに向かって進んでいく。キリスト教の終末思想や、ワルクス主義の歴史的発展段階説に見られるような、時間は一方向に流れるという前提が、設計図の構造そのものに組み込まれていたのです。日本の設計図における時間は、直線ではありませんでした。かといって単純な円玉機でもなかった。バイトマンはそれを螺旋と表現しています。同じ場所を通るように見えて、一周ごとにわずかに位相がずれていく。過去と現在と未来が直列に並んでいるのではなく、重なり合いながらずれていく螺旋構造。この螺旋構造は、日本文化の時間感覚を驚くほど正確に反映しています。日本には、繰り返しの中に新しさを見出す文化があります。毎年同じ桜をめでながら、今年の桜は去年とは違うと感じる。同じ茶室で同じ作法の茶を立てながら、二度と同じ一服はないと知っている。一期一会という概念は、まさにこの螺旋的時間感覚の精髄です。同じ場所を通るように見えて、決して同じ瞬間は訪れない。伊勢神宮の式年遷宮は、この螺旋的時間構造の最も壮大な具現化と言えるかもしれません。20年ごとに社殿を建て替え、全く同じ設計で新しい社殿を造営する。形は同じでも、木は新しい。場所は隣に移る。同じでありながら新しい。1300年にわたってこの営みを続けてきた文明は、
世界に他にありません。バイトマンは手記の中で、伊勢神宮について直接言及しているわけではありません。しかし彼が記録保管庫で見た日本の設計図の螺旋的時間構造は、式年遷宮の思想と驚くべき精度で一致しているのです。話をもう少し進めます。記録保管庫での体験の中で、バイトマンは設計図の比較観察に没頭していましたが、ある時突然、視点が変わったと記しています。個別の文明圏の設計図を見ていた視点から、地球全体を俯瞰する視点に移行した。その時、彼は地球上のすべての設計図が互いにどのように接続されているかを、一望のもとに見渡すことができたのです。そこで彼が目にしたのは、各文明圏の設計図が巨大なネットワークを形成しているという事実でした。ヨーロッパとインドは陰王語族という言語的連結を通じて太い接続線を持っていた。中東とヨーロッパはアブラハムの宗教という共通基盤を通じて接続されていた。東南アジアはインドと中国の両方から接続線が伸びていた。そしてこのネットワーク全体の中で、日本の設計図は極めて得意な位置を占めていました。日本は、すべての文明圏と細い接続線を持っていたのです。しかもその接続線は、地理的な近接性とは無関係でした。南米の古代文明とも、アフリカの古代文明とも、ポリネシアの文明とも、かすかな接続線が見えた。それはちょうど、人体における経血のような存在だった。バイトマンはそう記しています。身体全体のエネルギーの流れが交差する一点。個別の臓器には属さないが、全体の調和に不可欠な結節点。この記述を読んだとき、多くの人が思い当たることがあるのではないでしょうか。日本列島の地理的位置です。ユーラシア大陸の東端に位置し、太平洋に面し、北から南まで 3000km にわたって弧を描く島々。大陸の文明を受け入れる窓でありながら、海によって隔てられた独自の空間。大陸から来るものを受け止め、変容させ、時には大陸にはない新しいものを生み出す。日本列島のこの地理的特性は、バイトマンが記録保管庫で見た設計図上の位置と、不思議なほど対応しているのです。バイトマンの体験はさらに深い層に進んでいきます。地球全体のネットワークを俯瞰した後、彼の意識はさらに深い層へと導かれました。そこで彼は、ここの魂の設計図、一人一人の人間の設計図を見ることになります。ここでバイトマンは、文明圏の集合的設計図と、個人の設計図の関係について重要な記述を残しています。個人の設計図は、集合的設計図の単なるコピーではなかった。それぞれが固有の構造を持ち、固有の振動パターンを持っていた。しかし同時に、その人が属する文明圏の集合的設計図の基調を共有してもいて、ちょうど、オーケストラの中で各楽器が独自のパートを演奏しながら、全体の調和に参加しているように、日本の魂を持つ個人の設計図を見たとき、バイトマンはさらに深い驚きを覚えました。日本人の個別の設計図は、他のどの文明圏の人々よりも多様性が大きかったのです。一見すると、それは矛盾のように見えます。日本人は外から見ると均質的な集団に見えることが多い。しかし設計図のレベルでは、一人一人の個性の振れ幅が極めて大きかったのです。この一見矛盾する特性を、バイトマンは次のように解釈しています。日本の集合的設計図が全方向的な力場であるがゆえに、その中でここの魂が取り憂い層の自由度が極めて高い。方向性のある設計図の中では、個人の設計図もその方向性に沿って配置される。しかし方向性のない地から上の中では、
あらゆる方向に個人が展開できる。だから表層的には集団の調和を保ちながら、内面では驚くほど多様な個性が共存できるのだと。この解釈は、日本社会の一つの特徴を見事に説明しています。外から見ると均質的に見える日本社会が、その内部では世界で最も多彩なサブカルチャーを生み出し続けている。秋葉原の文化、原宿のファッション、同人文化、伝統芸能、前衛芸術。これらがすべて同じ社会の中で衝突することなく共存している。集団の調和と個人の多様性の共存。それは日本の設計図の構造そのものの表れだったのです。バイトマンの手記は、ここからさらに革新的な記述に進みます。記録保管庫の中で、彼はある存在と遭遇したと記しています。人間の姿をしていたわけではない。光でもなく、声でもなく、純粋な知性とでも呼ぶべき存在。その存在が、バイトマンに一つの情報を伝えた。その情報とは、魂が肉体に宿る際の選択のプロセスについてでした。すべての魂は、肉体を持って生まれる前に、どの設計図の基盤の上に生まれるかを選択する。それはどの文明圏に、どの言語圏に、どの時代に生まれるかという選択を含んでいる。この選択は完全に自由であり、何らかの序列や優劣に基づくものではない。それぞれの設計図は、それぞれ異なる学びの機会を提供するものであり、優れた設計図や劣った設計図というものは存在しない。しかし、一つの例外があった。日本の設計図を選択する魂には、他の文明圏を選択する魂とは異なる一つの特徴が見られたのです。それは、すでに他の文明圏での経験を豊富に蓄積している魂である傾向が顕著だったということです。バイトマンはこの情報を受けた時の衝撃を次のように記しています。その存在が伝えてきた内容を理解した瞬間、自分の中で何かが決定的に変わった。日本の設計図が全方向的で、すべての振動数を内包し、あらゆる文明圏と共鳴できる構造を持っていた理由。それは、日本に生まれてくる魂たちの多くが、すでに他の文明圏の設計図を経験済みだからだった。多くの経験を蓄積した魂が、最後に選ぶ学びの場。それが日本の設計図の一つの側面だったのです。なぜなら、全方向的な力上の中で自己を保つためには、すでにあらゆる方向性を経験している必要があるからです。方向性のある設計図の中で生きることは、ある意味では容易です。流れに乗れば良い。しかし方向性のない力上の中では、自らのうちに方向を見出さなければならない。それは、すでに多くの方向を経験した魂にしかできないことなのだと。この記述は、日本文化のもう一つの特徴を照射しています。道を求める文化です。茶道、華道、書道、武道、柔道、剣道、弓道。日本人は、あらゆる意と波を道として追求する傾向があります。道とは、外から与えられる方向ではなく、自らの内に見出す方向です。方向性のない力上の中で自らの道を見出すこと。それは日本の設計図が魂に課す、最も本質的な学びなのかもしれません。ここで一つの補足をしておきます。バイトマンの証言が伝えている内容を、何らかの民族的優越性の主張として受け取るべきではないということです。バイトマン自身も主義の中で繰り返し強調しています。設計図に優劣はない。それぞれの設計図は、それぞれの学びの場を提供しているに過ぎない。日本の設計図が他と異なるのは、それが優れているからではなく、異なる機能を持っているからだと。しかし同時に、
その機能の特異性は否定しようがないとも記しています。地球全体の文明ネットワークの中で、日本の設計図が果たしている役割は、他のどの文明圏にも代替できないものだったと。バイトマンは手記の後半で、記録保管庫での体験が終わりに近づいた頃の出来事を記しています。彼の意識が肉体に戻り始める直前、記録保管庫の最も深い層で、彼はあるものを見ました。地球全体の設計図。すべての文明圏の設計図が統合された、惑星規模の一つの設計図です。その設計図の中で、各文明圏の設計図はそれぞれの機能を果たしながら、全体として一つの巨大な有機的システムを形成していました。ヨーロッパの設計図はこの力を生み出す機能を担い、中東の設計図は統合の力を生み出す機能を担い、インドの設計図は超越の力を生み出す機能を担い、中国の設計図は秩序の力を生み出す機能を担っていた。そして日本の設計図は、調和の力を生み出す機能を担っていました。異なるものを調和させ、矛盾を統合し、対立を融合させる力。それが地球全体の設計図の中で、日本の設計図に割り当てられた機能だったのです。バイトマンは物理学者として、この構造を素粒子物理学の標準模型に例えています。素粒子物理学では、物質を構成する基本粒子がそれぞれ異なる性質と役割を持ちながら、全体として整合的な物理法則を形成しています。同じように、各文明圏の設計図はそれぞれ異なる性質と役割を持ちながら、全体として一つの惑星システムを形成している。そして日本の設計図は、その中で異なる力を調和させる媒介粒子のような役割を果たしている。物理学で言えば、力を伝えるボソン粒子に相当するものだったと。バイトマンの意識が肉体に戻り始めたのは、地球全体の設計図を満たす具々のことでした。戻る過程は、息とは逆に、深い層から表層へと浮上するような体験だったと記されています。そして表層に近づくにつれて、記録保管庫で得た情報の多くが急速に薄れていくのを感じた。目が覚めた時自分が覚えていたのは、全体のごく一部に過ぎなかった。しかしその一部だけでも、自分の世界観を根底から変えるには十分すぎるものだった。バイトマンが退院後に行ったインタビューの記録に移ります。2016年9月、退院から約半年後に、ジュネーブ大学の意識研究センターでバイトマンは初めて公式なインタビューに応じました。インタビュアーは意識研究の専門家であるフランソワーズ・メルシエ教授でした。このインタビューの中で、バイトマンは日本の設計図についてさらに踏み込んだ見解を述べています。自分は物理学者として、宇宙の根本法則を数式で記述することをなりわいとしてきた。しかし記録保管庫で見たものは、物理学の数式では記述できないものだった。ただし、完全に無関係でもなかった。むしろ、物理学が物質の世界で発見してきた法則と、記録保管庫で見た意識の世界の構造には、深い対応関係があった。特に日本の設計図に見られた全方向的な力上の構造は、量子力学における真空の性質と驚くほど類似していた。量子真空は、あらゆる可能性が重なり合った状態であり、観測によって特定の状態が実現する。日本の設計図もまた、あらゆる可能性を内包した状態であり、個々の魂の選択によって特定の方向性が実現される。この対応関係は偶然ではないと自分は考えている。おそらく、物質の世界と意識の世界は、同じ根本的な法則に従っている。物理学が素粒子のレベルで発見してきたことと、記録保管庫が魂のレベルで保存していることは、
同じ一つの心理の異なる側面なのだろう。バイトマンはこのインタビューの後、CERN での研究に復帰しましたが、彼の研究テーマは大きく変わりました。素粒子の衝突実験から、意識と量子力学の関係に関する理論的研究へと軸足を移したのです。この転身は物理学の主流からは異端視されましたが、バイトマン自身は一切の迷いを見せなかったと言われています。バイトマンの証言を検証する動きも始まっています。2019年、ジュネーブ大学の意識研究センターのメルシエ教授を中心とするチームが、バイトマンの首里に記された内容を、既存の研究成果と照合する作業を行いました。その結果、いくつかの注目すべき一致が確認されています。まず、日本の設計図が全方向的であるという記述は、先に触れ立つの高田の部教授の研究や、CIA の MK リンが報告書が指摘していた日本語話者の全能的統合処理と構造的に一致するということ。次に、日本の設計図がすべての文明圏と共鳴できるという記述は、日本文化の需要と変容の歴史的事実と一致するということ。さらに、日本の設計図が螺旋的時間構造を持つという記述は、日本の伝統文化に見られる循環的でありながら非回帰的な時間感覚と一致するということ。メルシエ教授のチームは、これらの一致が偶然である確率は極めて低いと結論付けています。バイトマンは日本文化の専門家ではなく、日本語も話せず、日本を訪れたこともありませんでした。にもかかわらず、彼の証言は日本文化の本質的特徴を内側からではなく、全く異なる視点から正確に記述していたのです。ここで話を少し広げます。バイトマンの証言を臨死体験研究の文脈の中に位置づけてみたいと思います。臨死体験の中でアカシックレコードに相当する場所を訪れたという報告は、実はバイトマンだけのものではありません。国際臨死体験研究協会のデータベースには、同様の体験報告が数百件登録されています。しかしその中で、文明圏ごとの集合的な設計図を比較観察し、特定の文明圏の構造的と異性を報告した例は、バイトマンのケースが初めてでした。この点について、臨死体験研究の第一人者であるバージニア大学のブルース・グレイソン教授は、次のような見解を示しています。臨死体験で得られる情報の質と量は、体験者の知的背景と深い関連がある。音楽家は音として情報を受け取り、画家は映像として情報を受け取る傾向がある。バイトマンが構造と振動パターンという形で情報を認識できたのは、彼が素粒子物理学者として目に見えない構造を数学的に把握する訓練を積んでいたからこそだろう。つまり、記録保管庫の情報は常にそこにあるのかもしれないが、それを読み取る能力は体験者によって異なるということです。バイトマンの物理学的な知的基盤が、他の体験者には見えなかったレベルの構造を見ることを可能にした。この解釈は、もう一つの重要な示唆を含んでいます。もし日本の設計図の特異性が、バイトマンのような高度に訓練された知性によってしか認識できないものだとしたら、それは過去の臨死体験者の証言の中に含まれていながら、報告されてこなかった可能性があるということです。日本人の臨死体験者が記録保管庫を訪れたとしても、自分自身の設計図の特異性に気づかなかったかもしれない。なぜなら、魚は水を意識しないからです。自分にとって当たり前すぎるものは、得意なものとして認識されない。外部の、しかも物理学という精密な知的枠組みを持つ観察者が、初めてその特異性を明確に記述した。それがバイトマンの証言の持つ歴史的意義なのかもしれません。
バイトマンの証言には、もう一つ見過ごせない記述があります。記録保管庫で日本の設計図を観察していたとき、その設計図の中に一種のタイマーのようなものを感じたというのです。バイトマンはこの感覚を心情に記述しています。タイマーという表現は正確ではないかもしれない。しかし、日本の設計図には、ある特定の時期に活性化が増大するような構造が組み込まれているように見えた。その活性化の時期は、まさに今、我々が生きている時代に重なっていた。この記述の意味するところを、バイトマンはインタビューの中でこう説明しています。地球全体の設計図の中で、各文明圏はそれぞれ異なる時期に活性化のピークを迎える。ヨーロッパの設計図は15世紀から20世紀にかけてその活性化のピークを迎え、大航海時代、産業革命、世界大戦という巨大なエネルギーの放出を行った。アメリカの設計図は20世紀後半にピークを迎え、テクノロジーとポップカルチャーという形でそのエネルギーを放出した。そして日本の設計図の活性化は、21世紀に入って加速し始めているように見えたのです。この記述を現実の動きと照らし合わせると、興味深い対応が見られます。21世紀に入ってから、日本文化の世界的な影響力は加速度的に増大しています。アニメ、漫画、ゲーム、日本食、禅、森林浴、わびさびの美学。かつては一部の愛好家だけが関心を持っていたこれらの日本文化が、今や世界の主流文化に浸透しつつあります。しかしこの文化的影響力の増大は、日本の経済力や軍事力の増大を伴うものではありません。むしろ日本の経済的プレゼンスは相対的に低下しつつある中での文化的影響力の増大です。これは過去のヨーロッパやアメリカの文化的影響力が経済力と軍事力を背景としていたこととは根本的に異なる現象です。バイトマンの言葉を借りれば、日本の設計図が持つ調和の力は、支配や征服によって伝播するものではなく、共鳴によって伝播するものです。強制しなくても、接触した相手が自然にその振動に同調していく。それが今、地球規模で起きつつあることなのかもしれません。バイトマンの手記の最後のページには、記録保管庫から戻る直前に得た最後の認識が記されています。すべての設計図が究極的には一つの根源から分かれたものであり、いずれ再び一つに統合される。その統合のプロセスにおいて、日本の設計図が持つ共鳴と調和の機能は、決定的な役割を果たす。しかしそれは、日本が世界を導くとか、日本が中心になるという意味ではない。むしろ逆で、日本の設計図の機能は、中心を作らないことにある。すべてが等しく響き合う場を作ること。それが日本の設計図の本質的な機能なのだと。中心を作らないこと。この言葉は、日本文化のもう一つの深い特徴を言い当てています。日本の伝統的な空間概念には、中心がありません。西洋の都市が広場や大聖堂という明確な中心を持つのに対し、日本の都市はしばしば中心が空白です。皇居は東京の中心にありますが、そこは人が立ち入れない空の場所です。神社の本殿の奥には鏡が置かれていますが、鏡は何かを映すだけで、それ自体は何も主張しません。中心が空であること。それは日本の設計図が全方向的であることの文化的な表現なのかもしれません。バイトマンは2024年の時点でも CERN に在籍し、意識と物理学の境界領域の研究を続けていると報告されています。彼の臨死体験の手記は、現在もジュネーブ大学の意識研究センターで研究対象となっており、さらなる検証が進められています。
この話を聞いているあなたが今感じていることは、おそらく様々でしょう。しかし一つだけ確かなことがあります。あなたが日本語でこの話を聞いているということ。それ自体が、バイトマンが記録保管庫で見た設計図の一部が、現実の中で機能しているということの証なのです。全方向的な力上の中で、自らの道を見出すこと。あらゆるものと共鳴しながら、自己を失わないこと。矛盾を排除するのではなく、矛盾を包み込む調和を生み出すこと。それが日本の設計図に記されていた、この地に生まれる魂の学びだとしたら、あなたの日常の中にある、ごく些細な瞬間、道端の花に足を止めること、季節の移ろいに心を動かされること、相手の言葉にならない気持ちを感じ取ること、何気なく手を合わせること、それらすべてが設計図に記されたプログラムの発露であり、1万年以上前からこの列島に受け継がれてきた魂の記憶の表れなのかもしれません。バイトマンが23分間の死の向こう側で見たものは、あなたがすでに知っていることでした。ただ、あまりにも自然に、あまりにも当たり前にそこにあるがゆえに、それが特別なものだとは気づかなかっただけなのです。今日この話を聞き終えたあなたの脳の中で、全方向的な力場が少しだけ、その振動を強めているかもしれません。その振動は、隣にいる人の振動と共鳴し、その共鳴はさらに広がっていく。それが日本の設計図の機能です。静かに、穏やかに、しかし確実に、調和の波紋を広げていくこと。明日の朝、あなたが目を覚ましたとき、窓の外から聞こえる鳥の声が、いつもとほんの少しだけ違って聞こえるかもしれません。それは気のせいではありません。あなたの脳が、その声を言語として処理し始めたのです。世界が、あなたに語りかけている。1万年前から、ずっと、